遅れて申し訳ありません。俺は土下座も辞さない勢いで会議室に駆け込んだ。一体何時間待たせれば気が済むんだ。今回の商談はなかったことにしてもいいんだぞ、こっちは。やってしまった。頭の中が真っ白だ。だが今、俺にできることは、ただ頭を下げて許しを請い、この商談を何とか円滑に進めさせてもらうことをお願いするだけだ。社運がかかってるんだ。俺の今までの努力もすべてが今日この時にかかってるんだ。俺はなんてことをしてしまったんだろう。だが俺は後悔していない。だって俺が助けた人はかつて俺が思いを寄せた彼女だったのだ。彼女は俺を見るなり、夢じゃないんだね、と涙目になって、よし、この時間なら十分間に合うぞ。働き始めて最初のボーナスで買った腕時計で時刻を確認すると、予定時間より余裕を持って到着できることが分かり、少しほっとした。俺の名前は加賀光晴。今日はいつもより緊張しつつ、取引相手である経営者に向かっている。なぜ俺がこんなに緊張しているかというと、経営者は介護用品業界で国内シェア1、2を争う超大手であり、我が社が長年かけて人脈の開拓、度重なるプレゼンにより、ようやく商談までこぎつけたからだ。この取引に我が社の社運がかかっていると言っても過言ではない。商談がうまくいけば、金一封が配られるに違いない。まさに、創立以来の大手柄だ。俺は母子家庭で、母は介護ヘルパーの仕事で、俺を大学まで入れてくれた。高校から、バイトばかりの生活で、入れた大学は無名の三流大学だったが、サービス業のバイトで培った、対人スキルと雑草魂で、一流大卒のエリートには負けないという自負がある。電車を京車の最寄り駅で降り、午後の日差しを遮るため、大通りから一本入ったところのコンビニでアイスコーヒーでも飲んでから行くかと考えながら歩いていると、歩道の先に何かがあった。カバンかな？なんだろうと思ったが、今日の商談の段取りを頭の中でシミュレーションしながら、横を通りかかって驚いた。人だ。植え込みに寄りかかるようにして、若い女性が倒れていた。俺は駆け寄って声をかけてみた。大丈夫ですか？聞こえますか？全く反応がない。事故にでもあったのだろうか。むやみに動かすのは良くないと思ったが、このままにしていては安否が確認できないので、ゆっくりと女性を抱き起こしてみた。やはり反応はない。その顔を見て、俺は過去幾度も口にしたことのあるその名を呼んだ。梢？この名前を呼ぶのは一体何年ぶりだろうか。彼女は昔俺が交際していた寺本梢だった。懐かしい気持ちがこみ上げてきたが、今はそんなことを考えている暇はない。彼女に何が起こったのかはわからないが、意識がない。一刻を争う事態だ。俺はスマホを取り出して GPS で地名を確認すると、すぐさま救急車を呼んだ。幸い、救急車は10分もしないうちに現場に到着し、救急隊員がストレッチャーを押して駆けつけた。俺は救急隊員に発見時の状態を説明し、彼女とは知人であり、寺本梢という名前であること、現住所はわからないことを伝えた。知人ということで、一緒に救急車に乗ることを勧められ、俺も彼女のことが心配だったので、迷うことなく乗り込んだ。車内では救急隊員によりテキパキと処置がなされ、俺は彼女の手を強く握りながら名前を呼んでやることしかできなかった。しかしなぜ彼女がここ東京にいるんだろう。ふとそんな疑問が湧いてきた。俺と彼女は学生時代付き合っていた。その後、俺は東京の企業へ、梢は地元で就職し、遠距離恋愛となった。初めの頃は頻繁に連絡を取り合っていたが、ある頃を境に彼女と連絡が取れなくなってしまい、
俺も仕事が忙しく、二人の関係はそのまま自然消滅してしまった。きっと離れていることで彼女を不安にさせてしまい、俺より好きな奴でもできたんだろうと思うようにして、彼女のことを忘れようとした。だが、俺は忘れられなかったんだ。いつまでも彼女のことを引きずってしまい、もう恋なんてできないくらいにはずっと忘れられなかった。そんな気持ちを思い出してしまい、ちょっとセンチメンタルに浸っていると、救急車はどこかの病院に到着した。彼女は院内に運び込まれ、検査のため処置室に搬送された。俺はその時、とんでもないことを思い出した。やっちまった。病院の外に出て、急いでスマホを確認すると、おびただしい数の着信が入っていた。かなりまずいことになっているのは確かなので、とりあえず救急外来の受付で、たった今搬送された女性の知人であること、仕事の途中なので、一旦この場を離れること、用事が終わり次第、再度伺うことを述べて、後ろ髪を引かれながらも、大急ぎで鶏舎に向かった。病院からはタクシーで数分の距離だった。鶏舎の受付で遅れたことを詫び、会議室に案内されると、廊下で上司が待っていた。俺を見つけるなり、声は荒げないものの、早口でまくし立てられた。おい、何があったんだ？ちっとも連絡には出ないし、事故にでもあったのかと思ったじゃないか。何があった？俺は遅れた理由を隠すことなく話した。遅れて本当に申し訳ありませんでした。駅からここに向かう途中、道で知り合いの女性が倒れており、救急車を呼んで病院まで付き添っていました。連絡を入れ忘れてしまい、何と言っていいか、本当にすみませんでした。上司は俺の言ったことを信じてくれたのかはわからないが、とりあえず先方にはお待ちいただいているから、しっかりやれよ、とだけ言われ、俺と上司は会議室に入った。結果から言うと、商談は無事に成功した。今までの努力が認められたのが何より嬉しかった。だが、俺はこの後、この気持ちを地に叩きつけられることになるとは思いもしなかった。会社に帰り、社長に呼び出された俺は、今回のプロジェクトから降ろされることを告げられた。なんとか成功して本当に良かった。みんなもお疲れ様。そこでだ。今日をもって、加賀にはプロジェクトを降りてもらう。これは私の判断だが、社内みんなの意見だ。今までご苦労さん。加賀の後任としては、折川に担当してもらう。折川、よろしく頼んだぞ。俺の降ろされたポストにまんまと収まった折川がニヤニヤしながら言った。よろしくお願いします。社長の判断は当然のことだと思いますよ。こんな大事な商談をすっぽかす奴が担当なんて、会社の信用問題につながりますからね。以前から何かにつけて、俺を目の敵にしてきた折川は、ここぞとばかりに俺を責めた。納得がいかない俺は、折川を睨みつけ、社長に食ってかかった。私がどれだけこのプロジェクトにかけてきたか、社長はご存知なのですか？そんな俺を茶化すように、折川が言った。社会人として以前に人としてありえないんだよ。連絡一本入れずに遅刻するとか、ビビって尻尾巻いてブッチしたのかと思ったわ。だいたいお前、生意気なんだよ。三流大卒のくせに、俺より営業成績いいとか思ってんだろ？態度に出ちゃってんだよ。確かに、俺は三流と言われている大学出身だ。だが、それとこれとは今関係ないだろう。連絡を入れなかった俺に非があることは認めるし、それに関しては申し訳ないと思っている。だが、商談は成功したんだ。俺がどれだけこれにかけていたか、お前なんかにわかるか？俺は、お前らと違って、叩き上げでここまで来たんだ。人生エリートコースでやってきたお前たちより、何倍、いや、何十倍も努力してきたんだ。それなのに、そんな俺たちのやりとりを聞いていた上司が、折川に加勢し始めた。だがな、加賀。社長は、今回のお前の失態だけで判断したわけじゃないぞ。半年前に S 社との契約の時も、
お前の尻拭いをしたのはこっちなんだぞ。あの時、お前が相手側の専務の機嫌を損ねて、一度契約が白紙になりそうだったじゃないか。それを折川の起点で事なきを得たんだぞ。それをお前は、さも自分の手柄と言っていたそうだな。すると折川が、あの時は大変だったとでも言うように言った。あの時のお前さ、さも自分の手柄ですって感じで、不意調してたもんな。俺の起点がなければ、契約白紙だったんだぜ。俺は、そんな事実を知らない。というか、それは俺のせいじゃない。俺は、S 社の案件は K 社のことに集中するため、折川のチームの後輩にアドバイスはしたが、直接関わってはいなかったはずだ。ニヤニヤと俺を見ている折川と、その後輩がデマを吹き込んだに違いない。くそ、はめられた。何か言っても、今は全てが言い訳と捉えられてしまうと思い、何も言わない俺を一別して、社長が告げた。加賀、お前には追って連絡が行くから、それまでは自宅で謹慎してろ。今回のこともそうだが、お前は成績はいいが、同僚への態度には前々から思うところがあったんだ。だがな、今回の件で確信に変わった。お前には期待していただけに失望したよ。社長の言葉を聞いて、俺は頭が真っ白になっていた。加賀、やっちまったな。お前首確定だな。今までお疲れ。お前いなくても、我が社は安泰ですので、どうぞ安らかにお眠りください。先輩、お眠りくださいって。折川と、その後輩が言ったからかいの言葉も、耳に入っては来なかった。今までの努力が、すべてが水の泡となり、失意のどん底だった俺は、ふと、梢のことを思い出した。そうだ、梢。病院を出る際に、看護師さんから安静にしていれば大丈夫と聞いていたが、いても立ってもいられなかった。俺は彼女の搬送された病院に急いだ。病院の受付で聞いてみると、彼女は意識を戻して病室にいることを教えてもらった。病室に向かうと、開いた病室の扉から、梢がベッドに起き上がっているのが見えた。俺は驚いて廊下から声をかけた。もう起き上がって大丈夫なのか？突然の俺の声に驚いた梢がこちらを振り返り、俺の顔を見ると顔をほころばせて言った。光春？そうだよ。やっぱり光春よね。夢の中で光春の声がしてたの。やっぱり光春がそばにいてくれたのね。看護師さんが男の人が付き添ってくれてたって教えてくれて、助けてくれてありがとう。おかげさまで大した怪我はないのよ。少しね、疲れが溜まって立ちくらみ起こしちゃったみたい。驚いたでしょ？彼女の言葉から幸い大きな怪我はないということを知り、俺はほっとして東京で梢に会えた驚きを伝えた。まさかこっちで会えるなんて思いもよらなかったよ。すると彼女は、信じられないといった顔で続ける。違う、そうじゃなくて、私の顔のことだよ。そこで俺は彼女の顔の右側、こめかみから頬にかけて大きなあざがあることに気づいた。確かに、それは昔はなかったものだ。梢は傷を隠すようにうつむいて、俺の知らない間に起きた辛い出来事を話してくれた。光春が東京に行った次の年にね、実家が火事にあったの。私は無事だったんだけど、折れた柱から私をかばうようにして父が亡くなって、その時に私も顔に火傷を負ってしまって、こんな顔になっちゃった。悲しそうな顔で微笑む彼女を見て、俺は言葉を失った。俺が梢と連絡が途絶えた頃、彼女の身にこんな辛いことが起こっていたなんて、俺はといえば、それを知らずに勝手に振られたんだと思って落ち込んでいたなんて。俺は彼女を少しでも元気づけようと話しかけた。梢、お父さんのことは残念だったけど、梢が無事で本当に良かった。それにさ、俺さっき梢のこと助けてから、今その話聞くまで、顔の傷なんて全然気づかなかったよ。俺の言葉に嘘がないと知ったのか、梢は
ぷっと吹き出して言った。ほんと？気づかなかったの？嘘でしょ？鈍感すぎない？きっと、その傷も、梢が気にするほどじゃないんだよ。梢は何も変わってない。もちろん、そういう可愛いとこも昔のまんまだ。ああ、でも、あの頃より大人っぽくなって、なんていうか、綺麗になったよ。やばいな。なんか照れるよ。俺、梢の顔も好きだったけど、それよりも、優しくて、自分のことより人の心配するようなおせっかいなとこを好きになったんだ。え、そうなの？私そんなとこある？梢が信じられないといった顔をしているので、俺はまだ誰にも話したことのなかった、彼女のことを好きになった、とっておきのエピソードを話してやった。まだ俺たちが大学生の頃、俺、母子家庭だったから、奨学金もらってて、生活が苦しくてさ、昼と夜のバイト掛け持ちしてたことあったよな。そうだったね。あの頃、なんでこの人こんなにチャラチャラしてそうなのに、バイトいっぱいしてるんだろうって不思議だったのよね。俺チャラチャラしてた？めちゃくちゃ真面目な苦学生だったのにな。見た目がよ。まさか自分がそんな目で見られていたとは思わなかった。俺は話を続けた。それで、あまりに眠すぎて寝坊しちゃって、期末の講義すっぽかしたことがあっただろう。最後の最後で。そんなこともあったね。その日に限って、めちゃくちゃ厳しい教授の時でさ、代返したら即落第確定の。そうそう。あの講義は絶対ずる休みできなかったものね。懐かしい話題に心なしか梢も声が弾んできた。その時さ、俺たちまだ付き合ってなかったし、同じゼミで顔見知りって程度の仲だったのに、梢が俺の休みの理由を教授室に説明しに行って、自分が俺のこと、これからは責任持って面倒見るから、今後も講義を受けさせてやってほしい。今回のことは不問にしてほしいって直談判してくれたって後から教授に聞かされた時はビビったよ。教授からは、いい嫁さんをもらったな、大事にしろよ、なんてからかわれるし。あの教授ってそんな冗談言える人だったの？ああ、俺も知らなかったよ。でも、それまで梢のこと、ふわふわした可愛い子だなって思ってたから、そんなかっこいいとこ見せつけられたらさ、好きにならないわけないじゃん。俺は、誰にも話したことのない、彼女を好きになったきっかけをばらしてしまって、途端に恥ずかしくなった。そんな俺に彼女が言った一言で、俺はまだ自分がこの恋心を手放す気がないことを自覚した。私、今日はまだ安静のために入院なんだけど、特に何もなければすぐ退院できるらしいの。でね、あと1週間くらいこっちに滞在する予定なんだ。俺はこの運命を逃すものかと彼女に言った。また会いに来るから、俺の熱のこもった視線に気づいたのか、彼女は布団の上で手をもじもじ動かして、ぽつりと俺に言った。嬉しい。待ってるね。まるで初めてデートの約束をした時のように、お互い照れてしまって顔を見られなかった。翌日、俺は会社からの電話に叩き起こされ、正式にクビを通告された。ここまで築き上げていたものが、一息に潰され、これからどうしようかとぼんやり考えていたが、悔しがっている場合じゃない。生きていくためには、まずは仕事だ。転職活動を始めなければと思った。3日後、無事に退院したと梢から連絡が来た。彼女は、俺に明日会えないかと聞いてきたので、会社もクビになって時間が有り余る俺は、喜んで会えることを告げた。待ち合わせの場所に行くと、すでに梢は待っており、俺を見て笑顔で話しかけた。突然ごめんね。今日お仕事は大丈夫だった？俺は彼女に気を使わせまいと、わざと明るい声でごまかした。ああ、最近大きなプロジェクトがあって、なかなか休みが取れなかったから、有給が溜まっててさ。人事が有給取れってうるさいし、久しぶりに休みを取ったんだ。そう言うと、彼女はほっとした顔をした。二人で並んで街を歩いた。雑貨屋を見たいという彼女について、店先で
アクセサリーを手に取ってみたり、フレッシュジュースのスタンドで季節のフルーツジュースを飲んだり、と、まるで学生の頃に戻ったデートのような幸せな時間を過ごしていると、梢がさも嬉しそうに言った。私ね、こうやって光春と東京の街を歩くのが夢だったんだ。私たち遠距離になってから光春が数回地元に帰ってきただけで、私がこっちに来ることなかったもの。本当は私も東京に会いに来たかったの。知らなかったでしょ？俺は彼女が俺と東京でデートしたかったなんて知らなかった。彼女はいつも俺の都合に合わせて予定を空けてくれたんだ。きっと俺が東京で忙しくしているから自分が合わせて待っていてくれたんだ。こういうけなげさを知るたびに梢のことをもっと好きになる。遅くなってしまったけど、彼女の夢をこうして叶えられてよかった。そんなことを考えていると、俺の前にスーツに身を包んだ仕事の移動中であろう折川が立っていた。お、加賀じゃねえか。お前こんなとこで何してんだ？折川。折川は俺と梢を交互に見るとこう言った。平日の昼間から女連れて、いいご身分だな。あ、もう無職なんだったか。俺はお前のおかげで昇進させてもらいました。梢が驚いた声を出した。梢には俺が無職だということは言っていない。行こう。これ以上彼女にあることないこと言われたくなかった俺は彼女の手を取り、この場を去ろうとしたのだが、待てよと折川に肩をつかまれた。すると折川は俺の横に立つ梢に顔を近づけ、まじまじと見ると、面白いものを見るように言った。うわ、なんだこいつ。この女化け物じゃん。なあなあ、まさかと思うけど、お前が助けて遅刻したのって、こんな化け物助けて会社クビになっちまったの？お前。俺は我慢ができず、気づいた時には奴の胸ぐらを掴みかかっていた。俺のことは何を言ったっていい。だけど彼女を侮辱するな。彼女に謝れよ。はぁ？何ムキになってんだよ。うぜえな。化け物みたいな女連れて生きってんじゃねえよ。俺をなおも挑発してくる折川に、俺が殴りかからんとしたところで、横から梢がすごい力で俺の腕を引き、奴から俺を引き離し、俺に言った。やめて、光春。私は平気だから。こんなことしょっちゅうあるから。慣れてるの。だからやめて。大丈夫だから。こんなことくらいで熱くなんなよ。冗談も通じねえとかマジダッセ。バケモンとプータローってお前らお似合いじゃねえか。どうぞお幸せに。梢の仲裁に気まずくなったのか、折川はぶつくさ言いながら去っていった。俺はまだ腹渡が煮えくり返る思いだった。不甲斐ない自分が情けなくて梢に言った。ごめん。梢はポカンとした顔をして俺に言った。なんであなたが謝るのよ。謝らなきゃならないのは私の方よ。俺の腕を掴んでいた彼女の手に力がこもった。そしてこう続けた。光春がうまくいってないのはなんとなくわかってたよ。さすがに会社をクビになっていたのには驚いたけど、明るくしてたけど昔からそうだもん。わかるよ。光春ってば大変な時こそ無理やり明るく振る舞う癖。あの頃のまんまだもん。ああ、本当は辛いんだなって思ってた。俺は梢にすべて見透かされていたことに驚いた。俺のそんな癖を覚えていてくれたんだとか気づいていて黙っていてくれる彼女なりの優しさに、俺はこの人にはかなわないなと思った。こういうところもひっくるめて俺は彼女を好きになったんだ。そこで俺は梢の手がわずかに震えていることに気づいた。折川の心ない言葉にどれほど傷ついたんだろう。そんな彼女に込み上げる気持ちのまま、俺は彼女を抱きしめていた。おずおずと俺の胸に頬をすり寄せた彼女は涙声で話し始めた。ごめんね、光春。私慣れてるんだよ。こんなこといつものことだもん。
平気だよ。俺は彼女を抱きしめる腕に力を込めていった。そんなことになれないでくれ。俺がお前のこと守るから、すべての心ない言葉からも、お前を傷つけるすべてのものから守るから、慣れなくてもいい。守らせてよ。しばらくそうしていた。すると、俺の腕の中からもぞもぞと体を動かして、顔を上げた彼女は、すでに泣き止んでおり、大きく一つ息を吐いて、まるで自分に言い聞かせるように言った。私、もう逃げるのはやめにする。もう手放して後悔するのは嫌。俺は彼女の何かを決心した強い瞳を見て、ああ、やっぱり梢は綺麗だな、と思った。それから1週間後、俺の勤めていた会社は大騒ぎになっていた。社長室に慌ただしい様子で常務が駆け込んできた。社長、大変です。テレビを見てください。ニュースでは、K社の社長の電撃交代が報じられていた。おい、これはどういうことだ？ K社からうちに何の連絡もないぞ。折川、お前の担当だろ？何か事前に聞いていなかったのか？何が起きたかわからない上司も、折川を問いただす。おい、折川、どうなってんだ？何もわからない折川は焦るばかりであたふたしていた。俺も全く知らないっすよ。寝耳に水ですってば。あ、記者会見が始まりましたよ。新社長が出てくるっぽいです。早朝にマスコミ各社に通達が出された K 社の社長交代のニュースにより、関係各所は蜂の巣をついたような騒ぎになっていた。もちろん、大口の取引先である折川たちの会社は自分たちも聞かされていない事実に対応することができずにいた。下請け業者や同業他社からは確認を急ぐ電話が鳴り響き、一時的に回線を切るべきだという声も上がるほどだった。そんな中、テレビではK社の新社長就任の記者会見が始まろうとしており、社内にいる人間は固唾を飲んで画面を見つめた。司会の男性が挨拶をし、今回の急なトップの交代劇について説明をする。前社長は会長職に退くが、健康の問題などネガティブな引退ではないとのことが告げられた。新社長はどんな人間なのかと、今か今かと待ち受ける折川は、司会者に促されて壇上に上がった人物を見て、驚きのあまり声も出せなかった。この度、K社の社長に就任させていただきます、寺本梢です。ゆっくりと、丁寧に、しかし、意志の強さが感じられる口調で、彼女は話した。会長とはどんなご関係なんですか？会長は、私の父です。え？俺はこの交代劇を梢から持ちかけられた時に、彼女から次のことを聞いた。梢と会長は、親子と言っても、義理の親子だという。会長は、独身貴族で、業界内外で有名だったので、結婚していたことは俺も知らなかった。梢の両親と会長は、学生時代の友人で、三人はいつも一緒だったらしい。ところが、梢の家で火事が起こり、彼女の父親は亡くなった。今後の生活に困窮していたところを、会長が、あいつの家族は私の家族も同然だと言って面倒を見てくれたらしい。その後、会長と梢の母が結婚したことにより、会長と親子になった。彼女は火事で負った傷を見るたびに悲しみ、そしてなぜ自分がと卑屈な気持ちになっていたという。長いこと自宅に引きこもり、たまに外へ出ては好奇や哀れみの目にさらされ、外の世界に行く勇気が持てなかった。そんな彼女は俺と再会したことにより、再び明るい光の下に出る勇気を持ったようだ。今後は自分の辛い経験を生かして、人の痛みのわかる社員一人一人に寄り添う社長になりたいと言っていた。梢の記者会見が終わると、会場は歓声と拍手に包まれた。それをテレビで固唾を飲んで見守る社内で、一人真っ青な顔の折川に上司が言った。社長交代なんて聞いてなかったし、こんな娘がいるというのも初耳だ。我々もうかうかしてられんぞ。折川、すぐさま挨拶に向かうぞ。
おい、折川。何ぼーっとしてやがる。一刻を争うんだぞ。梢の社長就任会見を目頭を熱くしながら、少し離れたところで見守っていた、俺のスマホが着信を知らせた。こんな大事な時に誰だと相手を見ると、奇しくも折川の名前がディスプレイに浮かんでいた。俺は一瞬迷ったが、せっかくの機会だと思い出ることにした。もしもし、何の用だ？ああ、俺、折川だけど。俺詐欺みたいだな。おい、茶化すな。経営者の新社長って、お前が前に街で一緒にいた女だろ？ああ、お前が散々化け物って侮辱したあの女性だよ。そんなこと言うなって。あんなの言葉のあやじゃねえか。本心じゃないって。お前がいい女とイチャついてたのが羨ましくてついだよ。相変わらず、折川は口から出まかせばかり言う。ほんと嫌いだ。俺は何が言いたいのかと先を促した。で、一体何の用だよ。こっちは忙しいんだ。大したことじゃないなら切るぞ。ああ、待ってくれ。頼む。元同僚のよしみで、彼女とうちの社の縁を取り持ってくれないか？やっぱりこんなことだろうと思った俺は、バッサリと言ってやった。はあ？無理に決まってんだろ。悪いけどさ、オタクら覚悟しといた方がいいよ。どういう？オタクの会社に社長が変わるって連絡言ってたか？言ってないんだろ。つまりそういうことだよ。最悪、契約切られるって言ってんだよ。じゃあな、二度と電話してくんなよ。電話口で、折川の悲痛な声が聞こえたような気がしたが、無視して電話を切ってやった。電話を切った俺が、よほど冷たい表情をしていたんだろう。会見を終えたばかりの梢が、心配そうに声をかけてきた。電話？誰からだったの？そんな優しい梢に、俺は、もう終わったことだとばかりに言った。ああ、知り合いからだ。大した用事じゃなかったよ。気にしないで。彼女は、俺の言葉に安心したのか、ほっとしたように、緊張した。見て、手が汗だく。と、俺に汗びっしょりの手のひらを見せて笑った。俺は、以前の仕事が同業種ということもあり、梢からぜひサポートしてほしいと請われ、彼女の下で働くことになった。やりがいのある仕事で、活気のある職場は環境もとても良く、俺はどんどん成果を上げることができた。それは会社の業績にもつながり、経営者は他社を寄せ付けぬ名実ともに業界トップに君臨することとなった。折川たちの会社は、それとは反対に、経営者と契約を切られたことにより、業界から取り残され、契約件数は軒並み減り、業績は創立以来過去最低まで落ち込んでしまったそうだ。その責任から上司は左遷、折川は減俸、降格、社員の大量リストラも時間の問題と言われている。経営者の業績も波に乗ってきた頃、俺は前社長、梢の義理の父親に呼び出されることとなった。彼は今、経営者の会長として、夫婦水入らずで国内外を視察という名のかなり遅めの新婚旅行で飛び回っている最中だ。なかなか会社にいることがないので、こうして二人きりで面と向かって話すことは初めてだった。何を言われるのかとヒヤヒヤする俺に、彼は頭を下げてこう言った。加賀くん、今回の件、何から何まで本当にありがとう。俺は何が起こったのかよくわからず会長に言った。とりあえず頭を上げてください。私は何もしてません。今回の件って社長交代のことですよね。それは彼女本人の力です。私は本当に何もしていません。会長は続けて言った。実はね、あの子の母親と再婚したとき、梢はずっと私たちの結婚に反対していたんだ。それもそうだろう。実の父親を亡くしたばかりなのに、私が新しい父親です。よろしくねって言われてもな。なかなかうまくいかなくて、どうやってあの子に接したらいいか分かりかねてたんだ。あの子の母親は、時間が解決するまで待とうなんて、悠長なことを言うし、それで私も、
あの子との関係を作っていくことから逃げてしまっていたんだよ。俺は驚いた。てっきり、この二人の親子の関係は最初から良好なものだと思っていたから。それと同時に、梢は案外頑固なところがあること。そして、梢の母親は楽天家なことを思い出して、なんだか懐かしくてくすぐったい気持ちになった。お言葉ですが、私は本当に何もしてません。すべて、彼女の頑張りです。なので、俺が戸惑っていると、会長はそれは違うとばかりに言った。君があの子を変えてくれたんだ。あの子の顔の傷や、それのせいで受けてしまった心の傷を、私にはどうしてあげることもできなかったんだよ。あの子は、心の優しい子だからね。こんな私を、あの子の両親の友人としては仲良くしてくれたんだ。おじさまって呼んでくれてね。でも、私を父親としては認めてくれなかった。再婚した後も、いつまで経ってもおじさまとしか呼んでくれなくて、どこか距離を置かれていたんだよ。世間では、独身貴族の池おじとして名を馳せ、会社を飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長させた凄腕の持ち主が、自分の娘に対してこんなにも気弱だとは、人は見かけによらないものだと思った。そんなあの子が、突然、私のことをお父さんと呼んでくれて、私は嬉しくて泣いて、梢に笑われてしまったよ。私は、これからの若い世代に、事業を引き継ぎたいと考えていたから、以前から梢に会社を継いでくれないかと頼んでいたんだ。そのことにも前向きになってくれたんだ。私も何が起こったのかわからなかったんだが、この機会を逃すわけにはいかないと思ってね。急遽、今回の社長交代劇となったというわけさ。もちろん、まだあの子はトップに立つには未熟だから、私も精一杯口出しするつもりだがね。なるほど。そんなことがあったんですね。と俺が納得していると、目の前の池おじが茶目っ気たっぷりにこう言った。あの子の変化の陰に、まさか君という男がいたとはね。あの子も隅に置けんな。まあ、でも君には、梢をそばで支えてやってほしいと思ってるんだ。そう、できればずっとね。と、いたずら成功とばかりにウインクしてくる会長に、俺は慌てて言った。それって、俺たちまだそんな。すると会長は、私の目はごまかせんぞ。お互いのことを話す君たちの目からはハートが出てて、見ているこっちが恥ずかしくなってしまうからな。と笑って言った。これには、俺も申し開きはできそうもないので、今の自分の気持ちを素直に言葉にした。これからは、彼女は人の痛みのわかる、社員に寄り添える立派な社長になると思います。そんな彼女を、俺は後ろでしっかり支えていこうと思います。ゆくゆくは、彼女と一緒になり、家庭を築いていきたいので、その時はよろしくお願いします。お父さん、俺がしてやったりと会長を見ると、あちらは一枚上手だ。余裕たっぷりに、私はこんなでかい息子の親父になった覚えはないんだがね。まあ、将来的にはそうなってほしいものだな。と、笑って言った。会長室を出て、ほっと一息ついた俺を、ドアの前で梢が待ち構えていた。そして、そわそわとした面持ちで、俺に聞いてきた。お父さん、なんだって？俺が自分で言うのも違う気がして、梢が自分で聞けよ、と言うと、彼女は大体わかってるだろうに、俺から聞きたかったと言わんばかりに、光春の意地悪、もう知らない、と、へそを曲げてプリプリと、廊下を歩いて行ってしまったので、俺は機嫌を取るために、慌てたふりをして彼女を追いかけた。そしてこう告げた。今度、会長夫妻も交えてご飯でも行くか。俺の母さんもこっちに呼んでさ。すると梢は、それって、と、俺の言いたいことが伝わったようで。日取りのいい日がいいわね。カレンダー見て日程を決めなきゃ、と笑顔で答えてくれた。こうして、俺は学生時代に好きだったけど、一度手放してしまった彼女と、再び一緒に人生を歩み始めることができた。心が美しい人こそ、本当の美人だと思う。
外見が全てではないんだ。人の痛みのわかる彼女は、とても美しい人だし、何にも屈しない強い心を持っている。弱者に寄り添うことができる人こそ、トップに立つにふさわしい人間だ。俺は、そんな素敵な彼女を精一杯支え、共に生きていく。私の妹のエミは、わがままで派手な性格だ。お姉ちゃん、いつまで実家に帰省してるの？この年で実家ってありえない。恥ずかしくないの？私は実家で在宅ワークをしているのだが、いつまでも私が実家にいるのが気に入らないんだろう。何かと姉である私のことをバカにし、見下すことばかり言ってくるのだ。そんな妹が晴れて結婚することになった。披露宴が始まるが、待てど暮らせど一向に料理が来ない。エミにそのことを伝えると、信じられない発言が返ってきた。ほんとどんくさいのね。いいわ。この際だからはっきり言ってあげる。ニートにやるご飯はないってことよ。わかったならさっさと帰りなさい。私はエミの仕打ちに呆然とした。いいわ。私は帰る。でも、私の代わりにスペシャルなゲストを呼んでおいたから。そして、幸せな披露宴から一転、修羅場となるのだった。私の名前は鈴木京子。在宅で編集ライターをしている。昔から引っ込み思案な性格で、人と話すことが苦手なこともあり、仕事の打ち合わせでは毎回緊張してしまう。そんな私には、エミという2歳違いの妹がいる。私とは真逆の性格で、大手企業の OL をしている彼女は、格好はもちろんのこと、あらゆるものが派手である。昔から溺愛されて育ったこともあり、わがままな部分に親は手を焼いているようだ。そんなわけで、私のことも何かと見下し馬鹿にしてくる。ほんと京子ってさ、ネクラだしパッとしないし、妹として恥ずかしいんだけど。当然仕事のことについても。京子って、いつまで実家いるの？すねかじりするつもり？私、仕事してるけど。あんな部屋にこもってパソコンカタカタさせてるのが仕事なの？へえ、遊んでるのかと思った。そんなある日のことだった。いつものように家族で夕ご飯を食べていると、エミがとんでもないことを切り出してきた。明日なんだけど、家に彼が来るから。え？私は驚きのあまり、つまんでいた煮物の人参を落としてしまった。いきなりすぎるじゃない。もしかして結婚するのか？うん、プロポーズされてさ、家に来たいって言うから。そう言って浅漬けをボリボリ食べるエミとは対照的に、私と両親は焦りを隠せない。なんで今言うのよ。家の掃除もしてないし、食事の準備だって。母は若干苛立っており、父も一見冷静に見えるものの、先ほどからご飯粒をポロポロとこぼしている。私も驚きながらも内心はほっとしていた。というのも、私にも結婚を考えている彼がいて、先に紹介するとどんな難癖をつけられるか分かったもんじゃなかったからだ。先に言い出してくれてよかった。みんなそんなに焦っちゃってバカじゃないの？そんな大したおもてなしとか必要ないから。とりあえず明日10時によろしくね。そう言って仕事を終えたエミはそそくさと自室に戻っていった。そうして迎えた翌日のこと、私たちは妹が連れてきた男性を見て衝撃を受けた。金髪を整髪料で撫でつけていて、両耳はピアスだらけ。しかも結婚の挨拶だというのに、ぴったりとした革ジャンを羽織り、ボロボロのジーンズを履いている。はじめまして、遠山亮太です。エミさんと結婚したいです。軽いノリで挨拶をする亮太の横で、エミはニコニコと笑顔を振りまいている。驚きのあまり声が出ない。亮太はね、プロのミュージシャンなの。そんじゃそこらのやつとは比べ物にならないくらいすごいんだよ。とにかく歌がうまいんだから、みんなにもぜひ聴いてほしい。そこから二人の馴れ初めや、どれだけお互いのことを大事に思っているかなど、エミが一方的に喋り続ける。その間亮太は、
襟足を指で持て余しながら、時折エミに微笑みを向けている。にもかかわらず、目つきは随分と冷たく感じるのは気のせいか。そうなの。それは。そういうものの、母の表情は明らかに引きつっている。父は先ほどからお茶ばかり飲んでいて、何も発しようとはしない。亮太の歌は日本、いや世界中に通じるぐらいのレベルなんだから、この良さがわからないなんてどうかしてるよ。せっかくだからさ、亮太今歌って聞かせてあげてよ。マジ？今歌うの？亮太はエミからの無茶ぶりに少し驚きながらも立ち上がり、聞いたこともない歌を爆音で歌い出した。突然の展開についていけない私たち。亮太の歌は正直言ってお世辞でもうまいとは思えないほどのクオリティだ。聞き惚れているエミの姿を見て、早くこの時間が終わってほしいと心から思った。歌い切ってすっかり気持ちよくなった亮太に向けて、私たちは苦笑いをしながらも、とりあえず拍手をした。エミはその様子にすっかり気をよくしたようで、亮太の歌感動したでしょ？みんながこんなに喜んでくれて幸せすぎる。亮太の肩をスリスリしながらもたれかかるエミを見て、半ば諦めの心境になりつつあったが、次の発言に私は思わず固まってしまった。それでね、結婚したら亮太も一緒にこの家に住むから。住む？一緒に？そう。だって私たちお金ないから。いいよねパパ。父は返答に困っていた。いや、そう言いながら母をチラチラと見ている。母は完全に聞こえないふりをしていた。ちょっとどっちなの？別にいいんだよね。じゃあ決まりね、そういうことで。続けて、その後の予定などをエミが一方的に喋り、その場はお開きとなった。私は今まで聞いたことがないエミの猫種声で頭が痛い。両親もこの短時間で老けたのではないかと思うほどにげっそりしていた。おい、あいつは本当に結婚するのか？私に聞かないでよ。京子はどうなんだ？妹があんな奴と結婚するんだぞ。でもエミが決めた人だしね。ただ一緒に住むのはちょっと。どうするのよお父さん。どうするって言われても。父は音を立ててお茶をすすっている。果たしてあのチャラ男とうまくやっていけるだろうか。私たちは今後の行く末に頭を抱えたのだった。よく晴れた日のこと。仕事が一段落し、気分転換にコンビニに行こうと玄関を出ると、二人の見知らぬ男性がこちらをじーっと見ている。気味が悪くなった私は、目を合わせないように足早に去ろうとしたものの、在宅の両親に何かあったらと思い、勇気を出して声をかけた。うちに何かご用ですか？突然で申し訳ありません。あなたは鈴木恵美さんでいらっしゃいますか？いえ、恵美は私の妹ですが。そうですか。それは大変失礼いたしました。すると男たちは、そわそわと落ち着かない様子を見せ始めた。ただならぬ気配を感じた私は、家に上がってもらうことにした。リビングにいた母に声をかける。お母さん、この人たちが私たちに話があるみたい。あらま、うちに何か？お忙しいところ突然申し訳ありません。実はエミさんのことでいくつかお話を。男たちは見た目によらず誠実な対応で、時折私たちの反応を気にかけながら話をしてくれたのだが、その内容に私たちは驚愕した。まさか自分たちの人生にそんなことが起こりうるとは想像もしていなかった。男たちの来訪から1週間が経ったある日のことだった。ノックもせず、いきなりドアを開けてエミが入ってきた。京子、ちょっと話があるんだけど。何？私は仕事の手を止め、エミの方を向いた。エミは私のベッドにドスンと座り、腕を組みながらとんでもないことを言ってきた。さ、このうち出てってくれない？は？突然何言ってるのよ。だってさ、これから亮太が住むんだから、あんたがいると邪魔なのよ。こないだ言ったでしょ？ここで一緒に住むって。
あまりにも乱暴な言い草だが、確かにあの亮太とうまくやっていけるとは思えなかった。幸い、仕事の方も安定しているし、贅沢しなければ私一人で何とかやっていけるだろう。両親に家を出ることを伝えた私は、アパートを探し始めた。するとタイミングよく、家賃が手頃な物件を見つけることができた。場所も家から自転車で20分ほどのところなので、時々両親の様子を見に行けそうだ。早速エミに報告すると、案の定アパートのことをバカにしてきた。京子にお似合いのアパートが見つかってよかったじゃない。内心は怒りでいっぱいだったが、幸せに水を差すようなことはしない方がいいと思い、その場では黙って受け流しておいた。そこへ両親がやってきたので、アパートが見つかったことを話した。すると、エミ、同居の話なんだが。何？お前たちがちゃんと籍を入れてから、それが同居の条件だ。っていうことは、結婚式の後ってこと？そうよ。お父さんとよーく話し合って決めましたからね。まあいいか。わかった。結婚式の後ね。一瞬残念そうな表情になったものの、結婚式の準備で余念がないのか、すぐに気持ちを切り替えたようだ。準備は着々と進んでいるらしく、これからブライダルエステに行くのだという。じゃあ行ってくるね。意気揚々と出かけていく後ろ姿を見て、姉としては複雑な心境だった。そして結婚式の本番当日、ドレスアップした私はきらびやかな雰囲気に馴染めず、いささか戸惑っている。先ほど終わった式を思い出していた。父とバージンロードを歩いたエミは誰よりも綺麗で、幸せにあふれていた。その先にはどんな人生が待っているのだろう。この後訪れる幾多の壁を、エミはどうやって乗り越えていくのだろうか。披露宴が始まり、私は両親と同じテーブルに座った。久しぶりに会った親戚との歓談を楽しみつつ、入場した二人の姿を目に焼き付ける。ケーキカットに余興と、プログラムは滞りなく進んでいる。が、私の料理は一向に運ばれてこない。てっきり忘れられているのかと思い、関係者にその旨を伝えたところ、とんでもない話を聞かされた。なんとエミは、ウェディングプランナーに私にアレルギーがあるとの嘘をつき、私のところにだけ料理が来ないように仕向けていたのだ。高砂に目をやると、こちらを見ながら二人してクスクス笑っている。今日は二人の晴れの日だというのに、俺のをやるよと自分の料理を取り分けようとしてくれる父を尻目に、私は彼らのもとへ。なんで私の料理がないのよ。なんでって、自分の立場をよーく考えてみたらわかるでしょ。どういうことよ。ほんとどんくさいのね。いいわ、この際だからはっきり言ってあげる。ニートにやるご飯はないってことよ。わかったならさっさと帰りなさい。エミの発言に会場がざわつき出した。そう、わかった。ニートの私は家族じゃないってことなのね。そういうこと。ちゃんとわかってるじゃない。教えてくれてありがとう。そういうことなら私帰ります。そう言って会場を出ようとしたが、あることを思い出し、再び彼らのもとへ戻った。まだ何かよ。そう、忘れてることがあって。私の代わりにスペシャルゲストを呼んでいるの。サプライズってやつね。それではお願いします。それを合図に入退場口から現れたのは、以前我が家をじっと見ていたあの男性二人組だった。この人たち誰？そう言って亮太の方を見ると、彼は顔面蒼白となり、口をパクパクさせていた。どうしてこの人たちが？亮太はその場から逃げようとしたが、二人組にあっという間に取り押さえられた。違うんだ！話してくれよ！会場は騒然となり、披露宴中止を余儀なくされた。エミは目を白黒させながらも、目の前で起きている出来事を信じられないでいるようだ。京子、どういうこと？亮太っていう人、実はとんでもない人だったみたいね。そう言って、私は呆然としているエミに、亮太の正体を明かした。彼は結婚詐欺師だよ。え？結婚詐欺？
エミは驚きのあまり、その場に座り込んでしまった。京子さんのご協力により、彼を無事捕まえることができました。ありがとうございました。敬礼。彼はそう言って、もう一人と共に私に向かって敬礼し、亮太を連れて会場から去っていった。我が家をじーっと見ていた男性二人組は、なんと警察官だったのだ。彼らから亮太のことを聞かされたときは、嘘ではないかと何度も思った。彼は被害者に対し、海外でレコーディングをすると嘘をつき、今まで5000万以上を騙し取っているんです。我々としても、これ以上被害者を増やしたくない。ご協力いただけませんか。そう言って、深々と頭を下げられた私は、不本意ながらも協力することを約束した。エミは今まで騙されていたの、あいつに。あなただけじゃない。私たちもよ。その話を聞かされても、エミは今しがた起きた出来事を受け入れられないでいるようだ。そんな姿を見て私は、晴れの舞台を台無しにしてしまったことへの申し訳なさを感じつつ、今まで浴びせられてきた数々の嫌味や見下し発言を思うと、胸がすっとした。そしてこれを機に、私のことを見下してきた行為を反省してもらいたいと心から思ったのだ。おかえり。ただいま。疲れたよ。今ご飯できるからね。私は今とっても幸せだ。亮太の一件でさぞかし意気消沈したかと思いきや、立ち直りの早いエミは早速アイドルの追っかけを始めた。亮太への未練は一切ないものの、もうバンドマンにはこりごりのようだ。私に対しては時たまバカにするような発言をすることもあるが、今回のことで恩を感じているらしく、以前ほどではなくなってきた。そして私はというと、あの事件からしばらくの間は落ち着かない日々を過ごしていたが、ようやく彼を両親に紹介することができた。はじめまして、涼子さんとお付き合いさせていただいております。本日は涼子さんと結婚させていただきたく、ご挨拶に参りました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞ京子のことをよろしくお願いいたします。父はしどろもどろになりながらも、父としての務めを果たしてくれた。母は彼を見るなり、まるで憧れの人に再会したかのように目をキラキラさせている。実は彼もバンドマンだ。しかも国民であれば誰もが一度は聞いたことがある人気ロックバンドのメンバーでベースを弾いている。今回の騒動でバンドマンに対して不安が募っていた両親だったが、亮太とは違って物腰が柔らかく落ち着いた性格の人なので、終始和やかな雰囲気で話は弾んだ。母は彼のことを痛く気に入り、私たちが顔を見せに行くと彼の好物ばかりがテーブルに並ぶようになった。父も一緒に酒を酌み交わすことができて嬉しそうだ。今は全国ツアー中で多忙な日々を送っており、結婚は当分先になりそうだが、私は彼が買ってくれたマンションで一緒に暮らしている。在宅の仕事も順調で、私が編集と執筆を担当した本の重版が決定したばかり。今まで散々バカにされることばかりで、人生を諦めそうになった時もあったけれど、ようやく自分を受け入れてくれる人に出会えて、私はとっても幸せだ。そして、今まで心配ばかりかけてきた両親に恩返しをしつつ、いずれは同居ができればいいなと思っている。大変なんです。板長が突然倒れて。料理が自慢の温泉旅館で騒ぎが起こった。そのやりとりを間近で聞いてしまった俺は、どうしても気になって厨房の方に向かった。すぐに救急車が到着し、板長の意識はあるとのことで一安心だが、別の問題が発生していた。どうやら副板長が不在らしく、板長もいない今、夕食の準備が滞りそうとのことだった。お客様にお詫びをして、そうよ。おかみが俺の方に向かってくる。お願い、あなたの力を貸して。俺？突然の大役に恐れおののく俺。しかし、困っている人を見捨てることはできない。俺は意を決してうなずいた。そして、
俺の料理を食べた一人の美人客が話がしたいんですと言ってきて、まさか一夜を共にすることになるなんて、この時の俺はまだ知る由もなかった。俺の名前はくるみゆずる。料理が自慢の温泉宿へ一人旅に来ていた。仕事場がホテルである俺にとって、宿泊施設は他のどの旅行先よりも楽しみに感じる。そして、非現実的な景色や体験は、自分の悩みを忘れさせてくれるには十分だった。俺は無意識にため息を吐くと、趣のある旅館の外観を写真に収め、のれんをくぐる。受付にいた着物姿の男性が頭を下げてくれた。いらっしゃいませ。こんにちは。予約していたくるみです。くるみ様ですね。お待ちしておりました。受付で手続きをしていると、後ろから背丈の高い女性に声をかけられる。くるみくん、久しぶり。待ってたよ。加藤さん、久しぶり。元気そうだね。目鼻立ちがはっきりとした、はつらつとした女性。彼女は、この旅館の女将であり、俺の職場の元同僚だ。親から旅館を受け継ぐため、修行の一環として、俺がいたホテルで働いていたらしい。退職前に、いつか遊びに来てほしいと言ってくれたので、お言葉に甘えることにしたのだ。ようやく、女将としての働き方にも慣れてきたわ。まあでも、料理を作るだけじゃなくて、経営も考えないといけないから、思ったより大変かも。くるみくんはどう？相変わらず忙しくやってるよ。そうなのね。じゃあ今日はゆっくり休んでもらわないと。料理も自信を持って提供するから、きっと満足してもらえるわ。ありがとう。楽しみにしてるよ。とっておきの部屋を用意しておいたからね。俺はうまく笑えていただろうか。かつての同僚を心配させていないだろうか。彼女の後ろを歩きながら、そんなことを考えていた。やがて庭の見える、いぐさのいい香りがする客室に通され、それだけで心が落ち着く。料理の時間になるまで温泉に浸かろうか、と考えていると、廊下の奥が騒がしくなった。おかみ、ここにいらっしゃったんですね。何事ですか？騒がしい。大変なんです。板長の木山さんが突然倒れて。何ですって？くるみくん、ごめんなさい。失礼するわ。大丈夫だろうか。どうしても気になって、厨房の方に向かった。木山さん、しっかりして。おかみ、俺は大丈夫です。大丈夫じゃないでしょ？誰か、救急車は？呼んであります。あと10分くらいとのことでした。スタッフの言う通り、すぐに救急車が到着した。意識はあったから、大事ではなさそうでひとまず安心だが、旅館では別の問題が発生していた。おかみ、今晩以降の料理ですが。そうね。どうやら、副板長が不在らしく、板長もいない今、夕食の準備が滞りそうとのことだった。今日は、うちの旅館をツアーにって考えてくれている旅行会社さんが宿泊予定なのに、もしこれがなくなったら、うちはもう終わりですよ。わかってる。でも仕方ないわ。今からお客様にお詫びをして。そうよ。加藤さんが俺の方に向かってくる。立ち聞きしていたのがバレてしまった。少し気まずいがさっと道を開ける。しかし、加藤さんは俺の前で立ち止まった。くるみくん、お願い。あなたの力を貸して。俺？板長が倒れて、今日は副板長もいないの。でも、くるみくんなら。加藤さんが俺なら、と言ってくれた理由は、他ならぬ、俺も料理人だからだ。だが、人様の旅館でお客さんに提供するとなると話は別だ。だけど、俺でいいのかな？そこは他の料理人たちをサポートにつけるわ。板長たちレベルの技術を持っているのは、くるみくんだけなの。でも俺、実は、くるみくん、お願い。責任は私が持つから。
加藤さんには昔から世話になっていたんだ。そんな彼女が困っているなら、助けないわけにはいかない。わかった。板長たちの味に近づけるように頑張る。加藤さんも味見やダメ出し、どんどんしてくれていいから。ええ、ありがとう。その後、俺は厨房に通され、他の料理人たちに、お上が信頼している料理人だと紹介される。今日の予約状況は満室で、ただでさえ忙しい厨房はさらに大騒ぎだった。最初は戸惑っていた俺だが、これでもプロと呼ばれる立場。下準備してあった出汁やレシピを確認すれば雰囲気はわかる。加えて、お客様の構成を確認すれば、相手に合わせて少しずつ味付けや食べ物の硬さを変えていく。お年寄りには少し味と食感を柔らかく。子供には野菜や肉を小さく切る。あとはサポートを受け、次から次へと料理を作っていった。夕食の時間は17時から19時。準備含め合計5時間ほど厨房でせわしなく過ごし、気がつくと20時になっていた。なんとか乗り切れた。ヘトヘトになり、厨房横の休憩室でうなだれる。指一本動かせないとはこのことか。旅館の料理人も大変だなぁ、と、加藤さんの入れてくれたお茶を飲む。だけど、久々の感覚に充実感もあった。本当にありがとう。ごめんなさい。せっかくの休みなのに。もちろん、今日の宿代はサービスするわね。いや、それは申し訳ない。それにしても、さすがの腕前よね。初めての食材も使いこなしちゃって。普段よりもグレードの高い料理が提供できたかも。今度、うちの料理人たちに指導してくれない？それほどのものじゃ。おかげで旅行会社の人たちも喜んでくれてね。うちを正式にツアーに組み込んでくれるって言ってくれたわ。これもくるみくんのおかげだわ。本当にありがとう。お話中、失礼いたします。配膳スタッフが休憩室に入ってきて俺を見た。お客様が板長をお呼びでして。俺？料理が気に入らなかったか、板長の料理ではないとバレたのか。しかし、スタッフは困ったような表情をしていない。怒られるわけではないのかと身構えを解き、個室の食事処に向かう。俺が呼ばれた席に座っていたのは、浴衣姿が様になっている美女だった。俺と同年代に見える品の良さそうな女性は、俺を見るなり大きな目を輝かせる。あなたがこちらの料理を？はい。とても美味しくて感動しました。どうかこの気持ちと感謝を伝えたくて、突然呼び出してしまいすみません。そうだったんですね。ありがとうございます。とても嬉しいです。あら？もみじちゃん？後ろから加藤さんがお客さんの名前を呼んだ。もみじさん。名前負けしていないほどの美貌だと印象を受けた。ひとみさん、こんばんは。こんばんは。来てくれて嬉しいわ。くるみくん。この子は私の友人の妹。松本もみじです。どうも、くるみゆずるです。もみじちゃん、くるみくんは板長じゃなくてね、私の前職での同僚なの。ということは、桜ホテルにお勤めなんですか？そうよ。副料理長なの。若いのにすごいでしょ？そう。俺は一つ星レストランの副料理長を任されている。だけど、でも、すると、松本さんはテンションが上がったのか、両手を合わせ頬を染めた。素敵！桜ホテルってレストラン目当てで宿泊されるお客さんが多いって有名ですよね。実は私も料理人の端くれでして、自分の求める味がわからなくてスランプ中だったんです。でも、と立ち上がり、俺の手を握った。でも、あなたのお料理をいただいて、私の目指す道はこれだと確信しました。そんなに？はい、今まで料理を勉強してきて、お手本通りというか、教科書通りの凝り固まった方法でしか作ってこなかったんです。それ以外の独創性の表現の仕方がわからなくて、あなたの料理はこれまでと違うってすぐにわかりました。厚かましいお願いですが、私の先生になってくれませんか？
いろいろお話聞きたいんです。そこまで褒められて嬉しくないはずがない。相手は加藤さんの知り合いのようだし、まあいいか。それに彼女の話も聞きたい。たくさんの経験を聞いて自分も勉強したいのだ。ありがとうございます。ぜひ俺も松本さんのお話を聞かせてください。嬉しいです。その後、特別に個室を借りた俺と松本さんは料理の話で盛り上がった。彼女は修行中だというが、話を聞くと知識は申し分ないし、しっかりと経験もある。もう十分仕事としてやっていけるのでは、と思っていたが、先ほど聞いた通り、自分の目指すところがわからず悩んでいたらしい。俺がその悩みを少しでも払拭できる要因になれたのなら嬉しい。酒を飲みながらの料理談義は互いに話が盛り上がり、気がつくと朝になっていた。あれ？いつの間に部屋に戻っていたのか。飲みすぎて覚えていない。いや、思い出すのが辛いほどに頭が痛い。二日酔いなんていつぶりだろうか。中井さんが引いてくれていたであろう布団に寝そべったまま、ぼーっと天井を見上げる。昨晩は、松本さんという女性と仲良くなって、料理の話をして、それからダメだ。思い出せない。机の上の急須が目に入り、お茶を飲んで思考をクリアにしようと起き上がる。重たい頭と体を引きずって、机までたどり着くと、メモ用紙が目に入った。自分が置いた覚えのないそれを手に取る。読んでみると、女性の字でこう書かれていた。昨晩はありがとうございました。とっても良かったです。またお願いしますね。松本もみじ。はい。眠気も酔いも吹っ飛んで、もう一度目を凝らす。書かれている内容は変わらなかった。これは、松本さんの置き手紙だ。いや、そうじゃなくて。何なんだこの手紙の内容は。自分の体を見下ろし、布団を確認するが、特段違和感はない。でも、この文面は一体、俺はやらかしてしまったのか？もしも一線を越えてしまっていたのなら、酒のせいだとしても曖昧にできない。きちんと謝らなければ。急いで身だしなみを整え、ロビーに向かう。ちょうど加藤さんが受付に立っていた。加藤さん。あら、くるみくん、おはよう。おはよう。松本さんの部屋ってどこ？もみじちゃん？もみじちゃんなら朝一で帰っちゃったわよ。どうかした？ちょっと伝えたいことがあって。じゃあ、私から連絡入れておくわ。くるみくんに連絡するようにって。ありがとう。俺は生きた心地がしなかった。あんな綺麗な人に、俺はなんてことを。もしも彼氏や旦那さんがいたら大変だ。一日頭を抱え、帰路に着く。翌日から仕事場に戻ると、待っていたのは別の悩みの種だった。くるみ、お前なんだこの出汁は。何か変でしょうか。そんなこともわからないのか。この手本と全然違うじゃないか。職場、つまりホテルの厨房で、俺を怒鳴りつけるのは料理長の山根さん。以前の料理長が独立し、提携先である別のホテルからやってきた彼は、何かと俺をいびってきた。加藤さんにはうまくいっていると伝えたが、実は嘘。彼が来てからというもの、俺は肩身の狭い思いをしている。もともと、俺は前料理長やホテルのオーナーから信頼を寄せられ、高い評価を得ていた。理由は、俺の性格にあったと思う。俺は仕事に就くまで料理研究が趣味で、料理人になった後は趣味の領域を超えた。たくさんの人脈ができ、金銭面にも余裕ができたおかげで、料理研究ははかどった。世界が広がれば広がるほどアイデアが湧き、伴った実力を持ってメニューの開発に役立った。俺が考案したメニューが何度も採用され、趣味から転じた俺の向上心は、ホテルの料理の質を上げたと称賛されたこともある。結果として、
若くして副料理長を任せてもらえることになったのだ。このまま料理人として生きていこう。いつかは俺も独立できれば、と思っていたのだが、料理長が変わってからというもの、俺の仕事環境は一変した。以前は俺と同じく副料理長だった山根さんは、気合十分でうちのホテルにやってきた。一流ホテルで功績を残そうとしていたが、俺という存在が目の上の単行部となった。次から次へと新作メニューを考案し、腕もそれなりに高いと言われる俺が、疎ましかったのだろう。ことあるごとに俺に対して嫌がらせを行ってきた。基本がなってない。俺のように作れと、仕込みが甘いスープを真似して作らされたり、これまで俺が担当していた VIP 客の料理を作らせてもらえなくなったり、だんだんとエスカレートしていった。旅館で癒された心もあっという間にすさんでしまう。俺はホテルのため、自分のために努力しているだけなのに、どうして指導すべき上の立場から抑圧されなければいけないのだろうか。なんだその表情は。松本さんにあれだけ褒められていたこともあり、理不尽な態度を受けた俺は、不満が顔に現れていたのだろう。山根さんは、ドンと拳をテーブルに叩きつけた。俺の言うことが嫌なら、やる気がないのと同じだ。さっさとやめてしまえ。その日は特に虫の居所が悪かったのか、山根さんは俺に皿洗いだけを命じる。なんだかもう、どうでもよくなってきた。彼の横暴さに辟易としていた俺は、すでに退職を考えていた。もう辞表は準備してある。やはりやめてしまおう。俺はここで働き続けるモチベーションを奪われてしまった。食材に触らせてもらえないまま午前を過ごし、休憩室でうなだれているとオーナーがやってきた。ああ、くるみくん、ちょっといいかい？はい。山根さんの嫌がらせは厨房のみで行われている。そのため、オーナーは山根さんの素性を知らない。オーナーや他エリアへの態度はしっかりしている山根さんがあんなことをしているなんて、俺の口からはとても言えなかった。ホテルの運営はみんなの連携が必要。つまり、信頼関係が重要なんだ。厨房の人間関係が露呈すれば、ホテル内に不和が広がるだろう。俺が我慢さえすれば、ホテルは何事もなく平穏な運営ができる。今日、うちの娘が来ててね。オーナーの娘さんですか？ああ、君と同じホテルの料理人を目指していてね。よかったら、勉強のためにいろいろ教えてやってくれないか？俺でよければ、もちろんいいですよ。オーナーの執務室へ案内されると、そこには知った顔がいた。松本さん？あら、くるみさん。会いたい。正確に言えば、会ってあの夜のことを確認したい相手。松本もみじさんがそこにいた。オーナーの娘さんだったんですね。ええ。あ、言ってませんでしたっけ？おや、二人は知り合いだったのかい？オーナーが松本さんに尋ねる。ええ、おととい旅館で、ね。含みを持たせた言い方にドキリとする。俺は首を縦に振るだけで精一杯だった。失礼します。おう、山根くんも来てくれたか。山根さんも部屋に入ってきた。オーナーに呼ばれたのだろう。はじめまして、料理長の山根です。松本もみじです。よろしくお願いいたします。もみじさんはフランスの三つ星レストランで修行された経験がおありだとか。ええ、少しだけですが。そうだったのか？本人は端くれだと言っていたし、俺にアドバイスを求めていたが、俺よりも経験豊かなんじゃないか？よければお話聞かせていただけませんか？はい、私も山根さんのお話聞かせてください。山根さんが松本さんの向かいに座ると、ペラペラと話し始める。俺に嫌がらせをしている時とは違い、丁寧な対応と好印象の笑顔だ。俺とオーナーも同席し、主に料理について語り合った。さすがに、二人きりではないので、あの夜のことについて尋ねることはできない。心ここにあらずで、松本さんの方を直視できない。
くるみさん？くるみさん？はい。突然松本さんに呼ばれ、肩が跳ね上がる。くるみさんのメニューのお話を、大丈夫ですか？体調がよろしくないとか。いえ、そんなことはありません。失礼いたしました。松本さんは不思議そうにしている。まるで心当たりがないみたいだ。どうして平常心でいられるのだろう。あの夜の出来事は、彼女にとって特別なことじゃないから？はは、自分だけ妙に意識してバカみたいだな。それから、松本さんは勉強の一環として何度かホテルに訪れるようになった。山根さんは松本さんを相当気に入ったらしく、もみじさんと呼んでべったりだ。見目はいい山根さんと美女の松本さん。周囲から二人はお似合いだなんて声が聞こえている。あんな美人でその上逆玉だと羨む人もいる。確かに松本さんが来るたびに二人は仲良さそうに会話に花を咲かせていた。なんでも近いうちにうちのホテルグループからレストランを出店する予定があるらしい。そのメニューを松本さんと山根さんで監修するのだとか。松本さんもいずれうちのホテルで働くそうだ。その最初の仕事として監修を任されるなんてとても期待されているのだろう。そんな人と料理長、正直周囲がお似合いだという気持ちにもうなずける。山根さんは裏表がある人だ。しかし松本さん相手ならこのまま優しく接し続けるのだろう。みんなから祝福されている二人。俺なんて蚊帳の外だ。当たり前だ。オーナーの娘と一階の副料理長なんて。しかも俺はもうここも辞めて無職になる予定なのに。そんなある日、休憩室で温めたタオルを目の上に置いている松本さんを見かけた。松本さん、大丈夫ですか？その声はくるみさん？はい、ちょっと目が疲れただけなので。机の上にはノートやパンフレット、メモ帳が散乱している。あちこち動き回って実地調査したり、新メニューの考案やホテルの運営についていろいろと勉強しているみたいだ。そうですか。お疲れ様です。ゆっくり休んでください。ねぎらいの言葉をかけていいことを思いついた。旅館で初めて松本さんに振る舞った料理。あれほど喜んでくれたんだ。もし疲れてる今、食べさせてあげたら、疲れも幾分か和らぐかもしれない。善は急げと、普段のまかないを用意しがてら、あの日食べてもらった料理の一つである、里芋の煮っころがしを作った。あの時は、近くの農家で生産している里芋を使った郷土料理だった。このホテルで仕入れているものとは硬さも甘みも異なるので、味付けを工夫し、できるだけ似ているものを作ってみた。盆に乗せ、松本さんのいる休憩室に向かう。喜んでくれるといいな。いや、大丈夫。あれだけ絶賛してくれたんだ。きっとまた目を輝かせてくれる。これが俺がここで作る最後の料理になるかもな。そんなことを思いながらドアをノックしようとすると、部屋の前で山根さんに肩を叩かれた。おい、そんなもの持ってどこに行くんだ？山根さん。松本さんに差し入れを。山根さんが松本さんに好意を持っていることは明らか。これは誤解をされるのでは、と尻込みしてしまう。差し入れ？お前の料理がもみじさんの口に合うとでも？それは大丈夫です。以前に。はぁ？身の程を知れよ。もみじさんは一流なんだぞ。こんな基礎もなってない偽物の料理人が作ったものなんて、口に合うわけないだろ。山根さんの手が、俺の持っている盆の縁に触れる。そして、ガシャンという音を立てて、料理や皿が廊下に落ちた。絶句する俺に、山根さんはニヤニヤと笑みを浮かべる。お前の粗末な料理なんて誰が食べたいと思う？思い上がるのもいい加減にしろよ。実力も何もない、このど素人が。わかったらさっさとそのゴミを片付けろ。そのぐらいは役に立つだろ。お前もゴミなんだからな。そう言い捨て、
松本さんのいる休憩室に入っていった。もう限界だ。大好きだった職場だが、彼の下で働き続けていたら、精神を病んでしまう。オーナーや他のスタッフにも世話になったが、このままだと料理自体が嫌いになってしまう。丹精込めて作った料理を片付け、呆然自失になった俺は、その日の仕事も満足にできなかった。包丁を持つ手が震える。味見をしても味がしない。明日にでも用意していた辞表を出そう。その夜、料理の提供が終わり、自分の調理道具を一つずつ磨いていた。もうここで使うことはないだろう、と思いながらぼんやりしていると、松本さんが厨房に入ってきた。くるみさん、来期の新作メニュー候補って何か考えていらっしゃいますか？期待した眼差しを向けてくれるのは嬉しいが、同時に心苦しくもある。いえ、実は俺、ここを辞めようと思っているんです。え？辞める？はい。だからメニューのことまでは、ぐいっと腕を引かれる。思ったより強い力で松本さんが俺の腕を握った。飲みに行きましょう。はい。いいから、話したいことがあるんです。突然の誘いに何が何だかわからず、流されるようについていく。女性に人気がありそうな個室の洒落た居酒屋で、俺たちは向かい合った。なんで連れてこられたのか、何を話せばいいのか、わからず黙ってしまっていると、注文したビールが届く。松本さんは強引に俺にグラスを持たせ、乾杯とグラス同士を鳴らした。初めて会った時みたいに気軽に接してくれませんよね。少しむくれた表情で言われ、ドキリとする。当然だ。あんなことをして前みたいな態度でいられるはずがない。彼女はどうかわからないが、少なくとも俺にとっては。オーナーの娘だからですか？すぐに返事ができなかった。山根さんに身の程知らずと言われたことを思い出す。私、ずっと料理が好きで、父のようにホテルで働きたいって思っていたんです。だけど、どこに行っても父の名前ばかりが有名になっていて、松本さんの娘さんとしか言われなくて、すごく悔しかった。父を通してじゃなくて、私を見て欲しかったんです。だから、そんな人を見返すために、知識も経験も磨いて、努力して、実力はついていたと自負していました。でも、何かが足りなかった。そんな時に、くるみさんの料理に出会ったんです。それから、松本さんは自分の感情を次々と俺にぶつけてくれた。自分の料理に慢心していたが、まだまだだと気づかされたこと。俺と料理について語り合えたことが楽しかったこと。感動した料理を作った相手が、父親のホテルで働いているのに運命を感じたこと。ホテルオーナーの娘という肩書きなしで接してくれる相手がいて、嬉しいこと。初めてくるみさんに会った時、父のことをあえて言わなかったのはそういう理由だったんです。態度を変えられたくなかった。ただの松本もみじという人間として接して欲しかったんです。黙っててごめんなさい。謝るようなことでは。私はくるみさんを逃がしたくありません。強い口調で、まっすぐ見つめられる。頬は赤いが、酔っているわけでも照れているわけでもない。真剣な表情だった。あなたと仕事がしたいんです。今、うちのホテルブランドからレストランが新たに作られること、ご存知ですか？噂程度には。そこで、私と一緒に働いてください。何を言われているのかわからず、目を見開き、しばらく固まってしまった。最初は、ホテルで働きたかったんですけど、くるみさんの料理を食べて考えが変わったんです。私は一流の料理を提供したいって。一流の料理とは、ただ美味しいだけではありません。創意工夫を凝らし、食べてもらう人に合わせたものです。今の実力におごることなく、研鑽を積むくるみさんと一緒なら、ホテルでもレストランでもどちらでもいいんです。いや、俺？くるみさん、山根さんからひどい扱いを受けていますよね。はい。知ってましたか。はい。
彼は私の前では隠していましたけど、さすがにわかりますよ。だってくるみさん全然料理作ってないんですもん。以前やめるように言ったんですけど、当てつけのようにかえってひどくなって、すみません。松本さんのせいじゃありません。むしろ、言ってくれてありがとうございます。くるみさんは、ここで埋もれていい人材じゃないと思っています。だから、独立に近い形にはなりますが、レストランの運営を一緒に行ってほしいんです。ありがたいけれど、それこそ山根さんは、あの人と一緒にいろいろしてるって聞いていたけど。山根さんは、正直話になりません。どうして料理長についているのかわからないくらい。センスも味覚も私には合いません。なのにしつこく付きまとわれて。まあどうせ、オーナーの娘に取り入りたいだけなんだと思います。そんな風に思っているなんて知らなかった。迷惑に思っているのなら、もっと俺が間に立てばよかったのに。俺は松本さんのこと、ちゃんと見てあげられなかったな。私はもっと料理を極めて、くるみさんをも超えて、もっとお客様に寄り添った料理を作り、誰でも笑顔にできる料理人になりたいんです。そのためには、あなたの力が欲しいんです。ここまでまっすぐに力を求められたことはなかった。俺の料理ではなく、俺自身を隣に置きたいと言ってくれるなんて、松本さんも物好きですね。どこがですか？私の審美眼は人一倍です。自信満々に言う松本さん。俺も彼女のようにもっと堂々としたい。隣に立つにふさわしい人間として威厳を持ちたい。そうですね。わかりました。よろしくお願いします。それから半月後、俺はホテルを辞めて本格的にレストランオープンに向けて着手し始めた。俺の参入に山根さんはオーナーや松本さんになぜくるみをと問い詰めたらしい。すると、食べ物を粗末にする人に料理人は務まりませんと松本さんに一喝された。そう。彼女は俺の料理が山根さんにダメにされた現場を見ていたのだ。そして、オーナーにもそのことを伝え、彼は料理人にもホテルのスタッフとしてもふさわしくないと進言したらしい。最初は山根くんがと疑っていたそうだが、他の厨房スタッフから俺への態度を聴取したりして、ようやく彼の人間性が明るみになった。山根さんはオーナーに直接呼び出され、問い詰められた結果、あいつが悪いんです。くるみが俺より下の立場のくせに出しゃばったりするからです。身の程知らずには当然の対応でしょう。とつい本音を漏らしてしまった。その後、うちのホテルにふさわしくない人間だと解雇された。業界では有名な話となり、他のホテルや旅館、レストランでも雇ってもらえず、苦し紛れに自分の店をオープンしたはいいが、客入りは悲惨な状態で、すぐに閉業に追い込まれたのだとか。そんな話を教えてくれたオーナーは続けて言った。君たちの店とは大違いだね。俺と松本さんでオープンさせたレストランは連日大盛況。地域の食材を使ってできるだけ低価格の料理を提供しているが、その味に一切の妥協はない。いかに美味しく食べてもらえるか、練りに練った創作料理ばかりで、雑誌や SNS の取材依頼も絶えない。まさに大成功のグランドオープンだが、ここで安心してはいけないのだ。ホテルグループの名前と松本さんの力があってこそ、状況に甘んじることなく頑張らなければ。グランドオープンから1週間後、成功を祝して2人で打ち上げを行った。上機嫌にお酒を飲む松本さんに、俺は少し心配になる。なぜなら、俺たちには初めて出会った時の過ちがあるのだから。楽しむのはいいんですけど、飲みすぎないように気をつけてくださいね。大丈夫ですよ。私弱くありませんし。でもあの日のこともありますし。そう言って、俺は例のメモを見せた。松本さんは目を丸くする。なんでまだ持ってるんですか？あの時のことをはっきりさせたくて。あの時のこと？一夜を過ごしてしまったので。え？
ポカンとする松本さん。しばらくして、ぷっと吹き出した。もしかして、くるみさん何か勘違いしてます？勘違い？すみません。いたずらでハートマークをつけたのが信憑性に拍車をかけたんですね。まさか、何もなかったんですか？はい。私は酔っても記憶が残ってるタイプなので。でも、このとっても良かったですっていうのは、もしかして、料理談義のこと？はい。力が抜けた。なんだ、何もなかったのか。ああ、よかった。一末の寂しさはあるが、これで俺だけが意識していた理由も分かってすっきりした。それに、付き合ってもいない相手に手を出していなくてよかった。まあ、何かあってもよかったんですけどね。隣で微笑む松本さん。その言葉に、俺は赤面した。実は、俺に一目惚れしていた彼女は、酔った勢いで俺にもたれかかったり、何かとボディタッチをしていたのだとか。しかし俺はそれを諌め、自分のことを大切にしないといけませんよ、などと、少し説教臭い発言をしたらしい。そういうところが優しくて、ますます好かれたそうだが、俺としては育児なしでは、と思うところもある。だが、互いの気持ちをしっかり伝え合った今では、ゆっくりと関係を進めていくことになったので、安心している。これからは、良きパートナーと共に、料理も店も、そして恋も順調に実らせていきたい。努力が自分を裏切らないことを、俺たちはよく知っている。だからこそ焦らず、着実に一歩ずつ歩むのだ。大好きな彼女と手を取り合いながら。